どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした奇妙で可愛い熱帯魚、パラドックスフィッシュの動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方はそちらの動画もぜひ見てやってください。淡水のタツノオトシゴの仲間ということで、そのユニークな見た目と愛らしい動きから自分がハマってしまった生態の一匹になりました。そんな生態を導入した30センチ気孔石レイアウト水槽なんですが、今回もここに新しい生態を入れていきます。立ち上げから1ヶ月を超えて未だに生態が何も入っていないことをいいことに、いろんな種類の生態を導入しようと画策中です。今回もちょっと変わった面白い生態を紹介していくのでお楽しみに。というわけで今回も前回同様実店舗での購入生態です。実はパラドックスフィッシュと同じショップで同じタイミングで買ってました。ここはいつも足しげく通っているショップで、品揃えも豊富で価格も安いので本当に助かってます。アクアショップが少ない九州において救世主的存在です。というわけで早速今回購入した生態を紹介していきます。それがこちら、パラジェルドニー。価格は確か400円前後。見た目からしてなかなかユニークそうですよね。今回は一応2匹購入しました。価格がそこまで高くなかったのでもう少し買おうかとも思ったんですが、こういった地味な色で面白い生態は少ない方がアクセントになるかなと思いまして。あとちょっと変わった初めての生態で大量導入は心配だったというのもありますね。どんな生態かを紹介しつつ、この生態の魅力を紹介していきますので、ぜひ最後まで見てやってください。パラジェルドニーとはインド・バングラデシュ原産の小型のナマズです。ナマズ目シソール科のハラ属に分類され、そのハラから来ているのか別名ハラハラキャットとも呼ばれています。他にもハラジャーデニー、ハラジュルドニー、ドワーフアンコールキャットなどいろんな呼称があるようです。ハラジャーデニー、ハラジュルドニー、ハラジェルドニーは学名の発音の違いなんだろうということがわかるんですが、ドワーフアンコールキャットとハラハラキャットはもはや原型とどめてないですよね。個人的にはハラハラキャットという呼び名が一番可愛いと思います。なんかハラハラしそうですよね。最大体長3センチ、適正水温20から28度、水質は弱酸性から中性、餌は人工飼料から生き餌まで食べますが、どちらかといえば生き餌の方が食いつきがいいそうです。ご覧の通り枯葉のような地味な模様をしていますが、これはこれで近くで見ると味があっていい感じ。しかしこんな風に体色は地味ですが、フォルムは結構インパクトがあります。見てもらったらわかる通り、胸びれを常に広げており、さながら飛行機のよう。ナマズなのに結構機敏に水槽内を泳ぎ回るので、なんか空を飛んでるように見えますね。基本的には他のナマズ同様、じっとしていることが多いんですが、餌を食べるときは結構泳ぎ回って可愛いです。ちなみにこのハラジェルドニー、ナマズの仲間では最小種で、先ほどもお伝えした通り、最大でも3センチ程度にしかなりません。ナマズと聞くとでかくなるイメージがありますし、小型種だとしても7から8センチを思い浮かべますよね。そんなイメージを覆すこの小ささは、ナマズ初心者の方たちにも安心して飼育することができると思います。飼育自体も難しくなく、特別な設備が必要になるわけではないので、そこら辺もいいですね。前回のパラドックスフィッシュは飼育難度や給餌のハードルが高く、おすすめ生態だけど安易に飼育できないという欠点がありましたが、こちらの場合はそこもバッチリ。ただ基本活発に動くのは夜間なので、本営業が多い水槽内では食いっぱぐれないように気をつける必要があります。そこら辺さえ気にかけておけば大丈夫。
レイアウトをしている水槽ではほとんど顔を出さず、物陰に隠れてひっそりと佇んでいるため、よく見たい方はコリドラスのように化粧砂を敷いた水槽で飼育するのもあり、自分の場合は見つけたらラッキーくらいの遭遇頻度の方が、こういったユニークな生態の場合はいいと思う派なので、がっつり水草水槽で飼育してます。よく水草の中に顔を突っ込んで隠れてるつもりになってる姿を見かけるんですが、尻尾が隠れてなくてドジ可愛いです。というわけで導入していくんですが、今回もパラドックスフィッシュ同様、サテライト内でブラインシュリンプにえづいてもらってから本水槽に入れました。先ほどもお話しした通り、隠れていることが多く、夜行性のため点灯時に餌を食べてくれるか心配だったんですよね。しばらくサテライトに入れて給餌した結果、食べてくれたので良かったです。ただブラインシュリンプの場合は水槽内に拡散するため食いっぱぐれる危険性が少ないんですが、人工飼料だと混泳している生態によっては食べられないこともあるかもしれません。おそらく沈下性の餌も食べてくれるとは思いますが、ヤマトヌマエビなどのコリタブ泥棒がいる場合は気をつけましょう。それでは導入していきます。1匹は傾けただけですぐに出て行ってくれました。もう1匹もほどなくして流れるように合流。導入直後の映像がこちら。前傾の全く茂っていないコブラグラスの間でじっとしています。おそらく本人は隠れているつもりなんでしょうけど、全く隠れていません。ここら辺が可愛いところでもあるんですが、もうちょっと動きがあると嬉しいですね。ただ水槽前面にいるから結構目立ってますが、ソイルの色とも似ているので、一度水槽から目を離すと見失いそう。水草の中に隠れさえしなければ普通に観察できると思っていましたが、やはり化粧砂の方が鑑賞性は上がりそうです。マジックリーフとか入れてブラックウォーター化させたら見つける自信ありません。逆にソイルの色と似ている茶色だからこそ、水草の上にいるとめちゃくちゃ目立ちます。それがこちら。キューバパールグラスの絨毯の上に佇むハラジェルドニー。だいぶ異物感がありますが、こっちの方が見えやすくていいですね。先ほどまで見えにくかった体のシルエットもわかりやすい。この角度から見ると広げた胸びれだけではなく、大きく上に尖りつつ先端が丸みを帯びている背びれも相まってなおさら飛行機のように見えますね。いろんな別名があるんだから飛行機になぞらえた名前があってもいいくらいです。こんな感じで導入当日から落ち着いており、観察するにはちょっと物足りない感もありますが、じっくり見てみるとユニークな生態だということが分かっていただけたのではないでしょうか。というわけで導入から4ヶ月後の状態がこちら。例に漏れず水槽内が汚くて申し訳ありません。最近だとこのように気孔石にへばりついて擬態しているところもよく見かけます。というかソイルの上にいるより溶け込んでますね。きっと本人がここなら隠れられると思ったんでしょうけど、どうやって自分の色と似てるって判断してるんでしょうかね。ここら辺は聞いてみないとわからないところですが、何はともあれこんな調子でずっと生活しております。ブラインシュリンプを主に与えているんですが、普通に食べてくれますし、毎回見かけないというところ以外は他の生態と変わりありません。色も導入当日から変わっておらず、若干迷彩の入った茶色い柄は健在です。ユニークな見た目に反し、地味な色合いはギャップ萌えの要素があるのではないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。現在もパラドックスフィッシュがいる水槽で仲良くお互いに隠れながら生活しているハラジェルドニーの紹介でした。映像でもわかる通り、本当に飛行機みたいな見た目をしていますが、実物を見るともっと飛行機です。残念ながら映像では水槽内を飛び回っている姿はお見せすることができませんでしたが、ご自宅で飼育していればいずれは見れる日が来ると思います。ナマズの中で最小サイズを誇るので、
小型水槽にも入れられますし、飼育自体も容易なので幅広い方におすすめできる生態です。単独飼育であれば20センチキューブくらいでも飼育できるのではないでしょうか。餌を取り合う生態がいなければ食いっぱぐれることもないですし、安心感も増すと思います。例に漏れず、こちらのハラジェルドニーもチャームで販売されていますので、概要欄にリンクを貼っておきます。1匹だと結構な値段しますが、3匹購入するとだいぶ安くなるので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。今後もこういった可愛くてユニークな生態を紹介していきますので、気に入ってくれた方はチャンネル登録してこれからも見てやってください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。